こんにちは。猫とシニアの暮らし、妻のルルです。今日はコーヒーをやめたら眠りが楽になって家電まで断捨離した話をお届けします。最近ね、眠りが浅いなとか朝すっきり起きられないなと感じている方、ついコーヒーを飲みすぎてしまうという方がいらしたら、ちょっとしたヒントになるかもしれません。よろしければ最後までお付き合いください。コーヒーって体質に合わない人もいると聞いたことありませんか？私もそれを知って、もしかして私もって気になってたんですね。というのも、仕事の合間や YouTube のね、編集中についブラックコーヒーを2杯、3杯、4杯と飲んでしまう日もありました。なので、コーヒーをね、飲むのがもう日常だったんですね。ランチを食べたらその後に必ずブラックコーヒーを1杯から2杯。外出先でもカフェではいつもブラックコーヒーを注文していました。夏の暑い時期は冷たいアイスコーヒーも美味しいんですよね。でも気がつけば飲みすぎた日はなんだか胃が重くなったり、夜の眠りがね浅かったりして、ある日夫とね早朝にカフェに行くことがありまして、そこで2人コーヒーを飲んでいたら、なんだかね2人ともちょっと気分が悪くなってしまったことがありました。これってコーヒーが合ってないのかなと。そこで夫と一緒に思い切ってやめてみることにしました。もともとコーヒーのお味もねよくわからないんですよね。コーヒーをやめてどう変わったか。最初のね1週間ぐらいは正直結構辛かったです。食後にコーヒーがやっぱり飲みたくてたまらなくて、もう癖になってるんですよね。だから一杯ぐらいならいいよねとか、私の中の悪魔がささやくんですよね。で、別にねコーヒーやめる必要ないしって自分に言い訳してみたりしてね、そのたんびにカフェイン中毒ってこういうことなんだなって実感しました。で、なんとかその悪魔のささやきをね振り切ってお茶をいろいろ揃えまして、黒豆茶とかハブ茶とかミントティー、それをね飲んで耐えていました。今言ったお茶はねカフェインが入っていないものがほとんど。緑茶にはカフェインが入っていますが、コーヒーほどの量ではありません。そして1週間ほど経つとね、あんなに飲みたかったコーヒーを不思議なことに飲みたいって思わなくなったんですよね。これ不思議ですよね。そしてコーヒーをやめて 2,3 日ぐらいすると、なんだかね体が楽になったような気がしました。一番わかりやすい変化は眠りが深くなったこと。夜中にねトイレで目が覚めることはありますよね。で、目が覚めてもその後ねだいたい眠れなくってゴロゴロしてたんですけど、ベッドに入ると自然とね眠りに戻れるようになったんですね。これはね本当に嬉しい変化でした。それからコーヒーをね飲みすぎた時に感じていた何とも言えない胃の重たさとか気持ち悪さもすっかりなくなりました。今は飲みたい気持ちもなくなって、やめてみてよかったなって実感しています。ところでカフェインを取ると一時的に血圧が上がるそうなんです。私はね高血圧なのでこれは無視できませんでした。また専門家によるとね、コーヒーは健康効果もあるんですが、1日4杯以上は控えるのが望ましいって言われてるんですって。自分に合った量をね意識するようになったのも、コーヒーをやめてみようと思ったきっかけの一つでした。コーヒーは私たちの生活に欠かせない飲み物の一つですよね。適量をね取ることで覚醒作用や集中力の向上、脂肪燃焼サポート、抗酸化作用など様々なメリットがあるとされています。私もねダイエット中はよくコーヒーを飲んでいました。でもコーヒーを飲む量が増えすぎると気をつけたい点もあります。
たくさんコーヒーを摂りすぎると睡眠の質が下がったり、胃がもたれたり、心拍数が上がって不安感が強まることもあるんですって。さらにカフェイン依存のリスクもあるんですよね。ちなみにコーヒー1杯には約80から 100mg のカフェインが含まれているんですって。一方、緑茶1杯、同じ量ね、150ml ぐらいには約20から 40mg 程度なんですって。コーヒーに比べて緑茶は半分以下のカフェイン量なんですね。そんな風に意識してコーヒーをやめてみたことで、暮らしにもいくつか変化がありました。その一つがネスプレッソを手放したことです。これはカプセル式のコーヒーメーカーですね。以前はオーブントースターの横にね、ネスプレッソマシンを置いていたんですが、もうコーヒーを飲まなくなった今はね、ただのスペースの無駄になってしまいますよね。なので思い切ってネスプレッソも手放すことにしました。ろ過してみたらね、キッチンがすっきりして気持ちまで軽くなって、そしてネスプレッソをどかしたところに収納棚のね、シールが結構ボロボロに剥げかかってたんですね。こちらを視聴者の方に教えていただいたシール剥がしという商品があったので、黎明のシール剥がしという商品で剥がしてみました。そしたらすっきり綺麗に取れて、今までねボロボロのシールがこう見えててなんだか嫌だったんですけども、おかげさまですっきり綺麗に取れました。本当にね、視聴者の皆様にはいろいろ教えていただいてありがとうございます。そしてそれだけではなくって、ネスプレッソのねカプセルのストックを入れていた無印良品のファイルボックスがあるんですが、これも2つ空っぽになりました。ちょっとしたことなんですが、収納場所が一つすっきり開くと、なんだかね暮らしの余白が増えたような嬉しい気持ちになりますよね。もしコーヒーが飲みたくなったら、またね必要になった時に買えばいいかなって、今はそんな風に思っています。コーヒーの代わりにルイボスティーやハーブティー、ハブ茶、黒豆茶、緑茶などをね日替わりで楽しんでいます。その日の気分や体調に合わせてお茶を選ぶ時間がね、ちょっとした癒しの時間になりました。ありがたいことにね、こちらご覧いただいているように、近所のお茶屋さんがね運営しているカフェがあるんですね。とっても美味しいチラン茶や水出し緑茶をいただくことができます。今の時期はね、新茶がとっても美味しくって、この時期ならではの楽しみになっています。それから皆様にご質問いただくことの多い茶香炉、実はこのお茶屋さんで購入したものなんです。これがうちの茶香炉ですね。こちらは別のお茶屋さんです。鹿児島はね、こういうお茶屋さんがカフェを併設しているところが多くって、街中でお茶を楽しめるんですね。ありがたいですね。香ばしい抹茶や黒糖を使った和のスイーツもいただけて、そんなひとときも今は大切な楽しみの一つになりました。黒糖のプリン、とっても美味しかったです。コーヒーをやめたら、思っていた以上に体も気持ちも楽になったと感じています。なかなかね、眠りの質が上がらない私たちの年頃なんですが、朝までぐっすり眠れるようになりました。胃のね、不快感とか気持ち悪さっていうのもなくなって、食後もとても快適に過ごせています。そしてコーヒーメーカーを手放してキッチンに余白が生まれたことも、毎日のちょっとしたストレスも減って断捨離もできて、もちろん体質は人それぞれなので、今日のお話はあくまでも私の場合です。無理におすすめするつもりはありませんのでご了承ください。今回はコーヒーをやめたら眠りが楽になった話と、
コーヒーメーカーの断捨離のお話でした。皆さんもやめて楽になった習慣や手放してすっきりしたものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。楽しみにしています。このチャンネルではこれからも50代の暮らしのあれこれをお届けしていきます。チャンネル登録と高評価ボタンも押していただけたらとっても励みになります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。